ファッションデザインの学校を出て8年ぐらい今東京でやってるさまざまなファッションの仕事に携わって、で自分の中ではものすごく面白い仕事でしたけど、とっても忙しくて、70年代の半ばぐらいかしらね、インドに旅行に行ったんですね。サリー姿のままいろいろ野良仕事をしたりとか、道路工事だってそのサリーみたいな格好でしてたりすると、うわぁ、びっくりしますよね。布を巻くことですごく自由な発想の中で形ができる。じゃあ生活の中から生まれるいい服っていうのは何かなっていうことをすごく模索し始めたんだと思うんですよね。それで日本に帰ってきて、その後しばらく仕事したけれども、夫と結婚して、それで子供ができたので、最初彼はグラフィックデザインをやってました。私が仕事を辞めた時に、彼も一緒に辞めてしまったんですよね。まあ自分たちはどこに住もうかっていう時に、葉山に友人もいたし、海のそばだし、なんかすごく自由な空気だし、まあ30年前だったから、あんまりマンションもなかったし、森のようなお庭だったりして、ここに住み始めて、でアトリエがあってショップがあって、で彼は田んぼも作り、なんか自分たちが理想だなと思ってた生活が、気がついてみたらなんかそのようになってたっていう感じです。最初は全部自分でパターンを作って、ボタン付けも全部して、友達にちょっと手伝ってもらって2人ぐらい。まあ全国のギャラリーでコレクションを開いて、展覧会が主体の発表ですね。やっぱり最初に布があって、布から引き出される形っていうのがあって、それがとっても面白いんですね。布ってやっぱり一つ一つ全然こうやって触っても違うし、ドレープも違うし、なんか一つ一つ性格があるんですよね。アジアの布を使ったりとか、手織りだったりとか、臭いすごく作家性の強い布をどんどん使い始めて、糸を作る人とか、機械織りで布を作る人とか、もう日本の中で辿ると何人かそういう人たちがいるんですよね。糸にしていく作業っていうのがとっても時間がかかることなので、どんどんそういうことをする人が少なくなっていく。今はね、今年の秋冬のお洋服を作ってますね。まあ冬ですからウールと麻、コットン、まあ自然素材が多いですね。で最近ミャンマーのハスの糸で作った布っていうのがあって、ミャンマーのお坊さんがまとっているんですけど、それもなんかドレープがあって重みがあって、植物繊維の面白さがすごくありますね。やっぱりその手で織った布はなんか独特のなんか空気感みたいのがもうその素材の中に入ってて、そこが面白いですよね。染色家の人たちがいろんな染色をしているのを見てると、調べていくと、例えば藍染めだったりとか、まあ赤目頭ですとか、まあいろいろあるんですけれども、そういうものってほとんど漢方の薬になってたりするんです。例えば藍染めだと昔は具合の悪いところにその布を当てて癒したっていうこともあるし、蛇が来ないように野良仕事をする時は藍染めのパンツを履いたりとか、それでやっぱり肌から浸透していくっていうの絶対あると思うんですよね。だから結局ね、どうやったら健康に生きていかれるかなっていうことに、元気でいられるかなっていうことだと思うんですよね。で、それぞれのアーティストの人たちがそれからまあいろいろな形でずっと引き続き一生
の提供はしてますけれど、布自体が素敵なのであまりカッティングとかしたくないわけですね。流れの中でできる形を一番綺麗だなと思う形を巻いて、そのままステージに出るみたいなことが随分多いから自由ですね。今メンズはやってないので本当にちょっとだけなんですけど、夫はなんかすごく好きですよね。主人がいて私がいて子供がいるみたいな感じですよね。やっぱり自立するっていうことはとっても大切ですよね。精神的に自立するっていうことは経済的な自立と違ったんだなと思いました。ご主人にべったりの依存してる生活っていうよりも、家庭に入っちゃうよりも、その中で自分の世界観を持つっていうことがいろいろある時代に、やっぱりその中に巻き込まれないで自分自身がどうやって生きていくかっていうことを見つけるっていうのはすごく大きい問題だと思うんですよね。修行に近いじゃないですか。